はい、どうも藤井武雄です。11時間前にカッテブから公式のビッグニュースがありました。待望の GPT-4 がカッテブに搭載される、実装されるということで、もうみんな待ち望んでいた GPT-4 がとうとうカッテブに実装されたんですね。現在ベータ版ということで生成できるコンテンツ数は1日最大10個のコンテンツまでしか生成できませんが、それでも GPT-4 が搭載されたことはすごくありがたいことですよね。で、今回ですね、実際に GPT-4 を、使ってみたので、その辺について話をしていこうというふうに思います。で、カッテブで GPT-4 を使うのは非常に簡単です。こちら今ダッシュボードなんですが、まず左上のサイドバーから今 GPT-3 と 3.5 となってますね。これがデフォルト状態です。で、こちらをクリックしていただくと、その下に GPT-4 というのが表示されます。GPT-4 ありますね。で、私はもう4回使っているので、1日10回までしか使えないんですけども、じゃあこちらを押します。で、押すと、何か不吉な注意事項みたいに出てくるんですけど、書いてることは別に大したこと書いてないです。免責事項っていうことで GPT-4 のコンテンツ生成の、プロセスっていうのは GPT-3 よりも時間がかかるよってことが書いてあるだけですね。それに分かりましたということでボタンを押しておきます。はい。もうこれだけです。これだけでカッテブ内で GPT-4 を使うことができるということですね。じゃあ実際に使っていきましょう。まずは、じゃあカッテブプラス使ってみましょうか。じゃあ何か書いてみましょう。じゃあ Yahoo ニュースで適当に書いてみましょうか。銀座の強盗事件ですね。ちょうど昨日ですかね。強盗事件ありましたね。銀座の強盗事件書いてみましょう。ちょっと適当すぎるんですけど、こういった銀座の強盗事件についてということで書いてみます。日本、ジャパンで、文書のトーンとしてフレンドリーで、サードパーソン、パラグラフと、この内容で文章を書いています。もうほとんどデフォルト状態で書いてますね。それから言語は日本語にすることを忘れないでください。言語日本語ですね。で、先ほど、書いてあった通り GPT-4 のコンテンツの生成のスピードは GPT-3 よりも、かなり時間かかりますね。生成するまで時間がかかります。特に英語でなくて日本語なので、おそらく英語のコンテンツを作るよりも時間がかかるんじゃないかなと思います。実際今の段階でも結構時間かかってますよね。実際に生成するまでに。はい、生成ができましたね。銀座の時計店で先日驚くべき強盗事件が発生しました。事件の舞台となったのは中央区銀座にある高級腕時計専門店ですと。覆面をした男3人が店に押し入り、店員に刃物を突きつけるという恐ろしい場面がありました。そうなんですかね。これ、そうなんですかね。そうですね。店員らを刃物で脅して、パールのようなものでショーケースを叩き割ったと書いてあるので間違ってないですね。100本以上の腕時計を盗み、ワンボックスカーに逃げ去りました。しかし、建造物侵入の疑いで逮捕されたということで、16歳から19歳であることが判明しました。さらにこのグループは5人組の可能性があり、軽視、ちょっとここ途切れちゃってますね。ちょっとここからちょっと書いてみようと思います。それからカッテブに新しく追加されたアップデートの機能で、コントロールとエンターのキーボードを同時押しすることで、続きの文章を生成してくれるんですよね。ちょっとやってみましょうか。コントロールとエンターを押してみます。今ちょっと生成された文章は形詞で終わっちゃってるんで、おそらく形詞帳が来るんじゃないかなと思うんですけど、検視庁は今も事件の詳細な捜査を進めていますと。銀座での強盗事件は日本でも最も高級なエリアの一つでして発生したことで大きな衝撃を与えました。店内の防犯カメラ映像からは事件当時の様子がはっきりと記録されており、警察は映像から犯人の特徴を照合し捜査を進めているとのことですと。今後も銀座の街が安全であることを願いつつ、警察の捜査に期待したいと思います。ちょっと文書の品質は、読んでみて全然問題はないですよね。普通に読める文章ですし、おそらく私が文章で書くよりも全然読める文章だと思うんですけども、ちょっと気になりますね。これで何かコピペチェックとかに引っかからないかなってことが気になりますね。はい、一応ユニーク、オリジナルのコンテンツとして認識はされているようです。ちょっと他のサイトで無料のコピペチェックツールで確かめてみたんですけど、コピペチェックということで詳細を表示。特にコピペ判定もされてないですね。ちょっと気になったので他の記事でも、コピペ判定されるんじゃないかなって気になって調べてみたんですけど、特に問題はないかなっていう感じですね。はい。こんな感じで文章の生成としてはできますと。どうですか？カッテブプラスで書く分には全然文章の品質は高いかなと思います。
左見てください。左のサイドバーからロングフォームアーティクルってありますね。これ長文記事っていうことですね。長文記事をこれで書けるわけですけども。じゃあ例えばですね、ここ、まずは、ブログ記事のタイトルを入力します。ちょっともうタイトルとしてもどうなんだって話なんですけど、単語だけキーワードで今回指定してみます。東京銀座強盗ということで書いています。で、言語をジャパン、日本語にします。ジャパニーズですね。ジャパニーズにします。はい。そして、ターゲットのオーディエンスをジャパンとしますね。ジャパン、日本ということですね。そして、ワード数に関しては、じゃあ1400ぐらいにしておきましょうか。1300ぐらいでいいかな。1300ぐらいにしておきましょう。じゃあ東京の銀座のこの強盗事件についてブログ記事を書いてみます。ネクストステップというところを押しますね。そうすると自動的にブログ記事のアウトライン、見出しが生成されますね。ちょっと見てみましょうか。はい、見出しが生成されました。ざっと見てこのまま使えると思うんですよね。昨日の強盗事件に関して概要っていうのが見出しでこういうふうに書いてあるので、このままお使いいただけると思うんですけども、そんな長い記事を書くわけではないんで、ちょっとこれもう減らしますか。ちょっと、そうですね。このまま使ってもいいんですけどね。じゃあ、この見出しで文章を生成してみましょうか。スタートジェネレーティングというボタンを押します。そうすると、この見出しで文章が生成されます。で、私も先ほど試してみたんですけども、GPT-4 で文章を生成する場合は、やはりかなり時間がかかりますね。今までの GPT-3 のカッテブで文章を生成するよりも、かなり長い時間がかかるので、少しそこは注意点かなというふうに思います。ただ、これカッテブを使う利点なんですが、例えばこのもうボタンを押してこうやって放置しておくだけで自動的に記事の冒頭文から各見出しごとのパラグラフ、文章が生成されるんで、この文章を生成している間に別のタブで作業をしておくっていうのも一つの手だと思うんですよね。こっちで他のページを見ながら待っていたりして、作業をしていたりして、その間にもうこの、こちらで文章生成がしてもらえるみたいな感じの使い方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。こんな感じですね。ちょっとやっぱり時間がかかっていますよね。記事のコンテンツの生成に関してかなり時間がかかっていることがわかるかと思います。冒頭文どうですかね。東京の高級ショッピング街銀座。その華やかな街並みには国内外の一流ブランドが集結し、観光客やおしゃれな男女で賑わっています。しかしそんなきらびやかな顔とは裏腹に、最近では強盗事件のニュースが耳目を集めることが増えてきました。今回は銀座を舞台に繰り広げられる強盗事件の実態を探り、私たちは心がけるべき注意点や対策について考えてみたいと思いますと。はい。銀座の高級腕時計店で強盗事件が発生ということで、クォーク銀座。これは合ってるんですかね。ちょっと見ましょうか。そうですね。クォーク銀座。間違ってないですね。今ざっと読んでいて思うのは、文章の品質としてはやはり人間書くのと遜色はないぐらい品質は高いんじゃないかなと思います。文章途中で途切れちゃっていますね、こちら。被害額はということで、身柄を都内で確保しました。捜査関係者によればというところで切れてしまってるんで、ちょっとここも後で見ていきましょう。修正は必要ですね。あと、被る文章の結構あるんで、被る文章、例えば、くどい説明になっていたりするんですよね。この被害に遭った高級腕時計店の店の名前ですね。これも何度も出てきてしまっているので、くどい説明ですよね。で、あと最後にもう一回、この、被害に遭った店舗の説明が入ると思うので、やはり修正は少し必要かなっていうのはあります。ただ、文章の品質としてはいいですね。文章が途切れてしまっていますね、これも。はい、最後の見出しがまだ生成されていないんですけども、結果的に最後の見出しは生成されませんでした。おそらくこれはカッテブのバグかなというふうに思います。GPT-4 が搭載されて、今ちょっとバグがあるのかなというところで、最後の見出しに関しては生成されなかったということですね。で、大体時間としては、カッテブの GPT-4 でコンテンツを生成した時にかかる時間が5分弱ぐらいかかりましたね。だから一つの記事を生成するのに5分弱かかりますね。なので、別のタブで開いて生成しておいて、あとはその生成されるまでの時間は他のタブで作業するのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回の動画では GPT-4 がカッテブに実装されたということで、まだベータ版でこれから品質は上がっていくでしょうし、バグもどんどんと修正されていくと
思うんですが、今のところはこんな感じですね。とりあえず一つ言えることは GPT-4 が実装されたことはすごく素晴らしいニュースですよね。はい。で、皆さんもぜひ使ってみていただきたいなっていうふうに思います。長文記事、長文コンテンツの生成に関しては、やはり、ちょっとしたバグがありましたけども、ただこれも解消されていくと思いますので、もう最近のカッテブのアップデートに関してはしっかりやってくれるのでありがたいばかりですよね。もう機能を開発して終わりでなくて、どんどんと機能を開発していったり改善してくれるので安心して使うことができます。で、最後になるんですが、今アプスもだけじゃなくてたくさん AI ライティングツールが出てるんですけども、その中ではっきりと言えることは、ブログ記事の制作においてはカッテブだけでもいいと思います。もう他のツールを買う必要はないんじゃないかなって思いますね。はい。もうとうとう GPT-4 も搭載されたんで、現状はまだ1日10回までしか使えないっていう大きな制限はあるものの、もうとりあえずこれさえ買っておけば問題ないって思うわけですね。で、もしまだ、購入していない方は、この動画下の概要欄のリンク先をチェックしてみてください。最大で 96% オフかなの価格で購入できるので、ぜひこれ使っていただきたいですね。もう本当に、私は心からこれお勧めしますし、で、私もですね、今、チャット GPT のプラス、月額$20ですかね、支払って使っているんですけども、そちらで GPT-4 を使ったりしているんですけども、やっぱりブログ記事を書くってなると、カッテブ使った方がよっぽど使いやすいんじゃないかなと思いますので、まだまだ日本語の文章生成のスピードってのは遅いっていうデメリットがあったりとか、ちょっとしたバグもあったんですけども、今後の期待値も含めて考えたらカッテブ使っておけば問題はないかなっていうところですね。はい。ぜひ今後もですね、カッテブの使い方や、また、機能についてご質問があったらいつでもお尋ねいただければ幸いです。ご視聴いただきましてありがとうございました。